こんにちは、ロック204チャンネルです。この動画は Google コラボラトリで Python を始める13関数の使用についてお送りします。関数はプログラマーが与えた値を使ってあらかじめ定めた指示通りに処理を行い結果を吐き出す箱のようなものです。処理の材料になる値のことを引数パラメータといい、結果の値のことを戻り値返り値と言います。関数の例を下に示します。関数 add は a と b を足し算して、その結果を返り値として出力する関数です。add の後括弧内の a と b は引数として呼び出し側より値戻り値を呼び出し側より受け取ることができます。このような機能を持ったプログラムのブロックを関数と言います。こちらに関数の基本形を示します。関数の定義は、def の後に空白を入れて関数名を定義し括弧の中に引数パラメータを置きます。そして行末にはコロンを書きます。関数のブロックは下げしてプログラムを書いていきます。ここでは引数 a と b を足して結果を y に代入する式を書き、リターン文の後に戻り値を書いていきます。ここでは y とします。関数を呼び出すには、5行のように戻り値を入れたい変数 x 関数名括弧の中に引数を書きます。ここでは1と2を指定します。このようにして関数 add を呼び出すと結果として x に関数 add の戻り値 y が代入されます。関数は引数のない場合もあります。この例のように関数名セットアンダーラインハローの後にだけを置き引数ない場合があります。呼び出す場合も4行のように関数名の後に括弧だけをつけて呼び出します。この結果は戻り値として文字列ハローを R に取得します。また関数では戻り値のない場合もあります。この例では関数のアンダーラインリターンでは関数の終わりにリターンが置かれていません。したがってこの関数では関数内の処理としてプリントメソッドのみが実行されます。通常の関数では呼び出し側に入れた引数の順番に関数側の引数に代入されますが、この例のように呼び出し側で C30、A10、B20 のように指定すると、呼び出された関数の引数を A、B、C のように定義してやると図のように呼び出し側の A に設定した値が受け取り側の引数に A に、同様に B、C で設定された引数が B、C の引数に代入されます。このように引数は呼び出し側で明示的に定義することによって順番通りにしなくても引数を受け渡すことができます。こちらは変数のスコープ有効範囲を示しています。関数の外側で定義した変数は関数内でも参照することができます。このような変数のことをグローバル変数と言います。関数の中で定義した変数をローカル変数といい関数内だけで使用することができます。関数の外側より参照することはできません。この場合は数 b がローカル変数にあたります。7行目のプリントを実行するとエラーとなります。これは関数内のローカル変数を参照できないためです。それに対して関数外で定義した A10 は関数内で参照することができます。関数の中で変数を代入するとどうなるでしょうか。関数外で定義した A はグローバル変数ですが、関数内でこの値を A30 のように変更しようとすると、この変数 A はローカル変数として再定義されます。したがって関数内の5行ではプリント A、B は30、20と表示されますが、関数を抜け出すと同じ A でも8行ではグローバル変数の A10 が有効となります。このような状況を改善するためグローバル変数宣言があります。3行のように関数内でグローバル A のように変数宣言すると変数 A をグローバル変数として定義し、関数内でもその内容を変更することができます。ここでは1行で A10 として8行でこの関数を呼び出ししています。そして3行でグローバル A と宣言し、4行で A30 とすると変数内で変更した A の内容は、関数を呼び出した後、9行でプリンタを実行すると関数内で変更した内容30が表示されます。関数内で関数を定義し使用することができます。このことを関数のネストと言います。この例では関数サブ点の中で関数サブ20を定義して使用しています。引数をまとめて受け渡しすることもできます。この例では7行にあるようにタプル形式の引数をまとめて受け渡す例をして示しています。
関数平均に引数1から10の値をタプル形式で受け渡ししています。関数平均の括弧内はデータ数として受け取りそれを2行から5行にかけてその値を計算をしています。この例では、2行で合計を求める変数サムを定義し、3行から4行で合計値を求め、5行で合計サムをデータ個数で割り平均値をリターン分で返しています。こちらは辞書形式でデータを受け渡す例を示しています。5行で関数レックアンダーライン辞書にキーワード A に対して値1、キーワード B に対して値3、キーワード C に対して値5を指定して関数に送ります。1行目の関数レックアンダーライン辞書の括弧の中はを2つ書き、辞書名としてデータ2と書いています。そして2行から3行にかけて各データを表示するプログラムとしています。以上で関数についての概要を説明しました。ご視聴ありがとうございました。